マルチバース仮説、無神論の新たな挑戦。マルチバース仮説の現状。マルチバース仮説は、地球上のすべての物理学者が知っているように、観測や研究による証拠のない単なる推測に過ぎません。物理学者ジョン・ポーキングホーンは、マルチバースは物理学ではなく、せいぜい形而上学的な構想に過ぎない。マルチバースの存在を信じる科学的な理由は一つもなく、この考えを信じさせる科学的証拠はないと述べています。輝かしい物理学者ラッセル・スタンナードも、マルチバース仮説を支持する物理方程式さえ一つもないと語っています。したがって、マルチバース仮説は単なる根拠のない推測と空想に過ぎず、これらの推測に固執することは、科学哲学者リチャード・ドーイットが言うように、不可解で奇妙なことです。マルチバースが抱える根本的な問題。仮にマルチバースが存在したとしても、それらの宇宙は因果的に孤立していることになります。つまり、それぞれの宇宙は互いに因果的な関係を持たないということです。これは、それぞれの宇宙が完全に独立して出現したことを意味します。したがって、各宇宙は独立した事象であり、先行する事象とは何の関係もありません。この場合、それぞれの宇宙には独自の法則があり、ある宇宙の出現が他の宇宙の出現を説明することはありません。これにより、さらに深い問題が生じます。それは、それぞれの宇宙が独自の設計を持っているということです。したがって、無神論者はもはや驚くべき物理定数を持つ単一の宇宙に直面するだけでなく、それぞれの宇宙が創造のプロセスを持ち、独自の法則を持たなければ出現しなかったという、複数の宇宙に直面することになります。そして、これらの宇宙の中には、私たちの宇宙に見られる完成度を何兆倍も上回る、驚異的で偉大な定数を持つものもあるかもしれません。これらは無神論にとって、より大きな制約となります。したがって、マルチバースは微調整の問題を解決せず、むしろ人間の理性では当面理解できないかもしれない、別次元での調整の問題を提起したに過ぎません。究極的な問い、これらの宇宙はどこから来たのか。仮にマルチバースが存在するとしても、それらは永遠ではなく、始まりがあります。そして、始まりがある以上、その存在には原因がなければなりません。したがって、マルチバース仮説を提示しても、あなたは何も答えていないことになります。マルチバースに始まりがあるという問題は、今日、マルチバース仮説の最も有名な支持者の一人である物理学者アラン・グースが認めているように、よく知られていることです。彼は、これらのマルチバースが存在するとしても、やはり究極的な始まりがあるだろうと断言しています。これらすべての宇宙のどこかに始まりがあり、最終的な始まりが残るでしょう。したがって、これらの宇宙はどこから来たのか、という問いは依然として存在し続けるのです。マルチバース仮説の論理的欠陥。さらに、マルチバース仮説には、無神論者がそれをもって反論しようとすることの無益さを示す、単純な論理的疑問があります。もし私があなたに、この小さくて美しい少年はどこから来たのか、と尋ねたとして、あなたが、この少年には他にも多くの兄弟がいて、中には醜い者もいるかもしれないと答えたら、あなたはそれに答えたことになりますか？この洗練された宇宙はどこから来たのか？あなたは、他にもたくさんの宇宙がある、と言うでしょう。これは、理性的で論理的な問いに対する馬鹿げた答えです。クリスチャン・ダブはこう述べています。もしあなたがすべての海で魚を溺れさせようとしても、魚はその存在を証明し続け、生き続けるだろう。魚は呼吸し続けます。なぜなら、魚は単純に水では溺れないからです。たとえ世界のすべての海に沈めても、あなたはマルチバースの存在を仮定しても何もしていません。このトリック、すなわちマルチバースのトリックによって、あなたは微調整の制約からも、私たちの宇宙の存在の制約からも、その他の制約からも逃れていません。これらの制約は、たとえあなたが何十億もの宇宙でそれらを沈めようとも、まだ生きて呼吸しているのです。それどころか、新しい宇宙が一つ増えるごとに、制約はより複雑になるでしょう。信仰と科学の調和。ちなみに、他の宇宙の存在を理性も宗教も妨げるものではありません。唯一なる神は、諸世界の主です。聖クルアーンの中で唯一なる神は述べています。すべての称賛は、諸世界の主である唯一なる神に帰する。聖クルアーン第一章アルファーティハ、2節。これは宗教的には問題のないことです。しかし、欺瞞は、あたかもすべての宇宙が互いに構築されているかのように仮定されることです。実際には、私たちが詳しく説明したように、それぞれの宇宙は因果的に互いに独立しているのです。それぞれの宇宙は互いに孤立しており、それぞれの宇宙には独自の定数があり、他の宇宙の上に構築されているわけではありません。したがって、偶然や確率の余地はありません。宇宙が偶然に誕生したことを妨げるものは何か。宇宙の始まりを偶然に帰することは、確率の原則に対する無知に他なりません。なぜなら、
偶然という言葉には、時間と場所という切り離せない二つの条件があるからです。偶然は、その効果を発揮するための時間を必要とします。そして、その効果を生み出すための物質的で空間的な存在を必要とします。しかし、宇宙は時間も場所もない状態から出現したのです。したがって、偶然も存在しません。例えば、夜中に仕事から帰る途中で友人に偶然会ったとします。これは、一日の特定の時間と特定の場所でこの偶然が起こったことを意味します。もし時間も場所も存在しなければ、そもそも偶然は起こり得ないのです。宇宙出現の瞬間に因果律は存在したのか。イスラームにおいて、私たちはアッラーの絶対的な維持者としての性質、アルカイユーミーヤを信じています。アッラーは天地の維持者であり、天地はアッラーによって維持されています。そのため、生命あるもの、自存するもの、アルハイ、アルカイユームという名前は、多くの学者にとってアッラーの最も偉大な魚名とされています。しかし驚くべきことに、宇宙を深く観察すると、宇宙が存在し、安定し、継続するためには、そして波動関数が特定の存在パターンを示すためには、ある種の優先者、つまり維持者が必要であることがわかります。波動関数とは、あらゆる微小な粒子の性質、粒子の位置などに関する確率を指します。おそらく、粒子の位置は今、ここか、そこか、それともあそこか、あなたは知りません。波動関数は粒子の位置について非常に多くの可能性を提示しますが、特定の場所を断定することはできず、断定することはできません。量子学的によれば、量子学的は原子よりも小さい粒子を研究する科学であり、完全に正しい科学です。1秒後の単一の粒子の位置を科学的に知ることは不可能です。それどころか、その現在位置と速度を知ることさえ不可能です。これは不可能であり、今その位置を知っているという人は、量子学的について何も理解していません。量子学的では、単比と粒子の2つの性質を同時に知ることは不可能です。これは量子学的における不確定性原理または不確実性原理と呼ばれています。不確定性原理は、粒子の位置と速度を同時に決定することは不可能である、と述べています。つまり、2つの性質を同時に決定することは不可能です。しかし、こういう人もいるかもしれません。これは機器の限界や人間の知識の限界によるものではないか。そういう人も、量子学的をよく理解していません。不確定性原理は、自然の厳格な法則であり、私たちの機器の限界や観測能力とは一切関係ありません。むしろ、それは普遍的な法則なのです。以上のことから、宇宙は全てにおいて完全に不完全であり、自らを制御することはできません。ましてや、私たちは1秒後に何が起こるかを知ることはできません。文字通り、あなたも世界も、1秒後に宇宙で何が起こるかを知ることはできません。これは普遍的な原理です。天が崩壊し、天体が割れる可能性は、いつでも、どんな瞬間にも存在する量子的な確率なのです。このため、聖クルアーンの中で唯一なる神は述べています。実に、アッラーは天地が滅びないように支えられている。もしそれらが滅びるとすれば、アッラーの後には誰一人としてそれらを支えることはできないであろう。聖クルアーン第35章ファーティル、41節。スティーブン・ホーキングは、彼の最後の著書、偉大なる設計で述べています。月がある時代には、ヒーズの塊に変わる可能性がある。それはいつでも起こりうるが、今そうではない。そしてホーキングは笑いながら言います。これはネズミを怒らせるかもしれない。スティーブン・ホーキングは同じページでこうも述べています。これは SF だと考える人もいるが、そうではない。どんなことでも、どんな瞬間にも起こりうるのです。量子学的をよく理解している人なら、私が何を言っているのかわかるでしょう。宇宙がいついかなる時も予期せぬ変化をすることに驚きはありません。なぜなら、それは起こりうるからです。最も驚くべきことは、宇宙にはそのようなことが何も起こらず、安定して秩序が保たれていることです。宇宙とその中のすべての粒子が安定し、秩序が保たれていることは、唯一なる神の絶対的な維持者としての性質の一側面です。神なしには、天地は瞬時に崩壊するでしょう。聖クルアーンの中で唯一なる神は述べています。もしそこに神以外にも神々がいたならば、それらは間違いなく崩壊していただろう。聖クルアーン第21章あるアンビアー、22節。宇宙全体とその中のすべての粒子は、出現の瞬間から、そしてあらゆる瞬間において、神に依存しています。したがって、波動関数と量子学的は私たちにこう告げているのです。すべての粒子には、常に優先者が必要であり、維持者がいなければ全てが崩壊するだろうと。宇宙が出現するためには優先者が必要であり、宇宙が継続するためには優先者が必要であり、宇宙が安定し、固定されるためには優先者が必要なのです。因果律は宇宙出現の瞬間に本質的なものであり、維持者としての性質は、観察し熟考する全ての人にとっての真実です。